はい閉めようかな。こんにちは、太郎です。今時刻が朝10時前です。平日のいつもなら平日の朝はジムに行ってでその後バイトに向かうんですけど、今日は大事をとってジムは休みました。というのもなんかどうも風邪っぽいんですよね。そうぽいっていうだけで全然深刻ではないんですが、なんか昨日の夜からこれ風邪っぽいみたいな感じになっちゃって、でもう今日は休んでとりあえず様子を見てみようかなということで、ついでになんか風の動画も撮ってみようと思って今回動画を回しました。ということで今回は風にまつわるお話をしたいと思います。何から話そうかな。とりあえず定義話そうかな。なんか火曜日の夕方ぐらいにから症状が出てて、ライブを見に行く予定があって半日お休みをいただいてたんですけど、でその帰り道なんか、混んでたっていうのもあってちょっとなんかイライラしてたんですよね。なんかそれでなんか鼻炎っぽくなって、なんか自分鼻炎持ちなんですけど、なんかストレスとか感じちゃうと鼻炎が出て、なんか渋滞ごときでなんですけど、普通はそんな出ないんですけどね、なぜかその日だからその運転してる最中なんか鼻炎っぽいなと思ってで家帰ってきて、でなんか鼻炎が収まらないなと思って、そのままとりあえず様子見て、ライブを見て、でその後帰ってきて、でその帰った時間も結構遅かったんですよね。疲れも感じてたので、鼻炎も出たのかなと思ってとりあえず薬を飲んで寝たんですよ。で翌日はその薬を飲んでなんか気分は良くなったんですけどね。で、ちょっと体が疲れてるのかなと思ってたんですよね。そのままで、もちろんジムも行きでバイト2つこなして、大丈夫かなと思ったんですけど、でその翌日もまだ鼻炎が治らなかったんですよね。その日の夜になんかふと働いた最初にこれ風邪っぽいかもみたいな感じで、なんかおかんとまでは言わないんですけど、なんか感覚としてありませんか。なんかこれ風邪っぽいなみたいな感じになって、で今に至ります。そうなんですよね。めんどくさいですよね。そうでその鼻炎になった火曜日の夕方コンサートライブを見に行く前にちょっと動画を撮ったんですけど、その時点で鼻がピーピーしてたんですよね。ちょっとなんか合間合間で鼻かみながら動画撮ってたんですよ。おかしいなとは思ったんですけど、どうしようかな。鼻炎の話もちょっと話しようかなと思ってます。で鼻炎ってどういう感覚なんですかね、皆さん。なんか自分の感覚として鼻炎ってなんか鼻水がもう止まらなくなる症状のことを思ってたんですけど、でアメリカで鼻炎って何ていうか分かります？そうだ、今ちょっと調べてみようかな。鼻炎アメリカ、鼻炎を調べたらネイゾーカターっていうらしいです。ネイゾーカターでも自分が生活しててアメリカでLA で生活しててネイゾーカターって聞いたことないんですよね。でそれでじゃあ何て言うかというとアレルギーっていうんですよ。アレルギーって発音するんですけど、なんかLA 来てしばらく経って鼻炎持ちでっていう話をした時になんか専門用語医学用語みたいなことを言ったんですけど、なんかはっ
たいな言われたんですよね。だからこういう症状でみたいなこと言ったら、アレルギーねって言われて、なんか自分の中でアレルギーって例えばなんか物を食べて痒くなったりとか、なんか目が痒くなったりとかするっていうことの子をアレルギーだと思ったんですけど、でもよく考えたら、その鼻炎もアレルギーの一種で、アレルギー性鼻炎って言われる方もするので、確かにアレルギーって言われてなんかこう納得がいくというか感じなので、だからもしもなんか鼻炎を持ってる方はアレルギー、アレルギーと言うと話が通じると思います。でもちろんそのアレルギー、その鼻炎の薬もこういうふうにあるんですけど、だからもしも鼻炎でお困りの方はそのアレルギーって書かれた薬を飲んでください。症状、そのアレルギー性鼻炎の症状だけ抑えるのではなくて、見てみたら sneezing, runny nose, watery eyes, itchy throat だからそのアレルギー、何か例えば花粉が入って鼻がもう出るとか目が痒くなるみたいな、そういうアレルギー症状として起こる主なことを抑えるみたいな感じの、ができる薬がもちろん売ってます。そうで、風邪をひいたらどういう風にするか、もちろん病院は、ほとんどの人行かないと思います。めちゃめちゃ高いので、それがあるので薬を買うんですが、どうなんだろうな、いろいろもちろんあります。で、基本的に自分が思うのは、昼用と夜用で分かれてるんだなっていう、今ちょっと見せますね。こんな感じで、このなんか明るめのオレンジのが昼用で、このなんかちょっと落ち着いた色が夜用みたいな感じで、これはまとめてなんかセットになってるんですけど、昼用だけ夜用だけのももちろん売ってます。でもう一つが、風邪ひいたらなんかビタミンを取れみたいなことをなんか言われますね。イミューンシステムを高めるために、イミューンシステムっていう言葉が全然出てこないんですけど、それを高めるために飲むものとしてビタミン C を取れみたいな感じでよく言われるんですよ。で一応自分が持ってるのはこの粉のタイプで、こういう風にパックにパウチになって入って、でこれを飲んでこのイミューンシステムを高めましょうみたいな感じで言われますね。で自分はなんか軽めの時はもうこういう風な錠剤飲んでるんですけど、彼おすすめのやつが多分このエアボーンっていうもののこのやつで、これはなんかこういうなんて言ったらいいのかな、お菓子みたいな感じでこれを噛んで飲むみたいなで、これがすごいなんかいいんだって言われて、これも同じこのパウチになってるやつと同じような感じですけど、もっとなんか強いみたいな感じであって、なんか本格的に風邪ひいたらもうこれでもうなんかイミューンシステムを高めていく感じですね。で味はもちろんビタミン C が入ってるのでちょっと酸っぱいめな感じですね。これはなんかなんか多分テレビでとかなんか映画とかで見たことがあるかもしれないですけど、なんかやっぱ大概シュワってするんですよね、これで。これはなんか味としてはこれも酸っぱいんですけど、なんて言ったらいいかな、なんかチェリーをなんかこれも30円のちっちゃいなんかつぶつぶで食べたらちょっと酸っぱいみたいな、それをなんかもう45個ギュッと集めたような感じで、これもなんか酸っぱい、味もベリーベリーって書かれているので、そういう感じでこの薬と同時にビタミン C を取ってイミューンシステムを高めるっていうことをします。なのでじゃあ今薬を飲んでみようかな、そうでアメリカ
のあるあるなんですけど、梱包がめちゃくそもうガチガチで取りづらい、腹立つぐらい取りづらいです。これ誤飲を防ぐために飲みづらい、こう取りにくくするっていうものだとは思うんですけど、ほんと取りづらい。これはまあ1個で今やって自分がもうなんか自然ともう1個で分けられてて、でこういう風にあるんですけど、それでも取りづらいんですよね。まあ、今これ開けられるんですけど、あと今やってみようかな。それがもうミシン目があるにもかかわらず完全、取れた。なんかそう取りづらいんですよね。これとかもすんごい取りづらいで、中もなぜか取りづらい。なんかびっくりするぐらい取りづらいです。なんかもうそうまあそれがあるので本当どうにかしてほしい。まあいいや、こんな感じで取って、まあ昼分はこれで。じゃあこのシュワシュワを見てもらおうかな。はい、ということでこんな感じでちっちゃめな曲にメニューサポートシステムを入れます。なんかこんな感じ、白い色でここに水を入れて、ということでこんな感じでなんかちょっとブクブクしてるのが分かります。こんな感じでシュワシュワしてるんですよね。いただきます。まあ悪くないな。やっぱりそうこれ何回か飲んだことあって、今水は冷えてて美味しいんですけど、冷えてないとそんな美味しくないです。味はこれはオレンジ、なんかレモンって言ってるオレンジですね。オレンジ味のシュワッとしたさっぱりして美味しいです。こんな感じで、ちなみにリアクションとして1 pack daily 1日1回なのかな、1日1箱みたいな感じらしいです。で病気にかかったら有給は使えるのかっていうこともついでにお話しします。でこの話題もちょっと最近ニュースになってたので、お伝えしたいんですが、カリフォルニアで今は、シックデーって言って、でそれで、病気で、有給が使えるんですけど3日で、それが2024年の1月1日から、5日に伸びるらしいです。なので2日多く、2024年から取れるということです。でパートタイムの人も取れるのかなと思って調べたら、実際やっぱ取れるそうなんですね。ちゃんとしたなんかその大手のパートタイムならば多分申告すれば出るんだと思います。一応その勤続なんかな、多分働いて30日以降じゃないとそういうのは取れないみたいなことが書かれてたんですけど、まあ普通に取れるということでした。そう薬いくらかってちょっと見たんですけど、だいたい10ドル前後でした。まあやっぱりそんな高くはないですよね。普通に薬、一般的に風邪なんか、珍しい病気でもないので、気軽に買える値段ではあります。ちょうど薬も切れそうだったので、これから薬局に行って補充のための薬を買いに行こうかなと思います。ということで、今近所の薬局に着きました。薬局というかドラッグストア、日本でいうドラッグストアですね。ウォールグリーンに着きました。これで中入ります。ここでやってる。店内こんな感じで、
商品も置いてあります。そうアメリカならではめっちゃグリーティングカードが置いてあります。このサイドにもいろんな行事に合わせたポストカードがたくさん置いてあります。この方にはちゃんとした薬局また処方箋を出してくるところがあります。なんかこのいろんな雑貨、スリッパだったり、すごいあれを持ってる、こういう文房具も売ってたりしますね。そういう風にお菓子もたくさん置いてあります。なんかね、写真屋さんもそう薬局、こういう薬局って写真屋さんがなぜか併設されてるんですよね。証明写真とか普通に写真現像したりとかしにも来ます。Customer service needed in the cosmetic department. ハロウィンシーズンということでハロウィンのグッズもなんか置いてます。そうなんかフローズンアイスとか冷凍物もあったり、お酒も置いてあります。コールドセクションですね。ここが風とか、風に関するものがこういう風にずらっと並んでます。で、自分が欲しいのがなんかね、普通の風邪薬、こういう風にそうこういうものもあれば、リキッドタイプ、液体タイプもあります。で、こっちの方が安いんか。ちなみになんかこのデイコイル、ナイコイルってあるんですけど、その横のやつがこのウォールグリーンオリジナルで、多分成分同じって書かれてるんで、自分はいつもこのなんかオリジナル商品を取ってます。ね。ナイコイル。いいか、これで。こっちの方がちょっとですね、9ドルだそうです。で、あとはなんかイミューンシステム高めるやつがここにもあって、そう、このエアボーンっていうのが有名なやつで、なんだけど、モータイバルミンダイエットフリーリータブレット、ちょっと見てみようかな。はい。Do you have a bag? No. And then, do you have a number with us? 3283. I'll try one more time. Oh, if you want to insert it, yeah. Just flip it around. Like that. Sorry. Yeah, you're fine, you're fine. Yeah, like that. That's... Did you want your receipt? Alright, yeah, I gotta go. Thank you. How's it going? はい、ということで買ってきました。もう普通の薬とイミューシステム、なんか彼おすすめの強いやつなのかな、測れるやつ買ってきました。ということでこんな感じで風邪動画をお届けしました。皆さんも体調管理には気をつけて健康でお過ごしくださいということで、今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。